どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。他人の枕に一粒銀杏を授ける忍者さやです。なんか迷惑だな、多分それは。秋の香りをお届けに。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、パンがなければ猫を吸えばいいのよ。大丈夫、大小コードです。名言を残されたの、はい、マリーそんなことなかったわ。なんなんだよということで今回こちらです。おかいもの。すごいテンション高っだって皆さんもうこのワードからでわかるでしょ、だって、はいはいはい、これは外撮影ですよ。夏目さんちついに家から出れます閉じ込められてたわけじゃないです別にということで今回やっていく企画はこちら。リーダン。日本一美しい画材屋さんで好き放題お買い物してみた。 10% オフではないないんだそう、今回なんとですね、もしかしたらもうね、知ってる方もいるかもしれないんですが、ピグモン東京さん、天王ザイルっていうね、東京のね、ここにある画材屋さんなんです。そこにどうしても行きたくて、もともとちょっとプライベートでお買い物行こうかって言ってたんですよ。そこにね、ピグモン東京に行こうと思ってたんですけど、あまりにもワクワクしてしまったので、せっかくならば動画を撮らせてもらえないだろうかということで、今回ピグモン東京さんにご連絡させて、土下座しに行って、すいません、ここで動画を撮りたいそしたらちょっとだけですよって言ってくれて、ね、いやもうね、今回快諾していただきまして、でせっかくなのでピグモン東京さんってどんな場所なのかっていうのを紹介しつつ、なんとですね、そこでは絵の具を作るワークショップもあって、それもやらせてもらえるということで、ちょっと今回ね、ピグモン東京を貸し切りにさせていただきました。すごない？もうお休みの日なんですよ。お休みの日にそう、営業お休みの日に当ててくださるということで、そうなんです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。今回なんで行きたいかというとですね、もちろん見たのもそうなんですよ、ツイッターで、見たことあったのもそうなんですけど、以前こちらの動画あったと思うんですね。はい、こちらの動画なんですけど、顔料を作ると、ラピスラズリのね、素材紙をボコボコにして絵の具を作ってみたという、なんとも手探り感満載の動画だったんですが、今回せっかくだから日本画の岩絵の具の初心者的なセットを買ったり、あとは他の道具も買ってみたり、いろんな本当に多種多様な画材があるみたいなので、好き放題お買い物して勉強させてもらえる部分もたくさんあるんじゃないかということで。じゃあ今回の夏目さんちはあれってことね、学びの夏目さんち。そうですよ。もう今回は学んで作ってお絵描きしちゃおうってことです。すっごい NHK のワンコーナーみたいなタイトルになった急にてなわけで、もうワックワクのお買い物タイムですが、今回だからせっかく行っていろいろね買っていろいろ教わって、そして作って帰ってくるので、いろんな画材を使ってやっぱりまたね一作品作っていきたいと思っております。いいですね。じゃあせーの、ポポポポ。うわ、そういうだからこうやって来てないんだよねこういう風には机からは来れないんですけど、やりたいね。ついに冒頭でも言っていたピグモン東京さん、こちらです。店舗がですね、東京の天王ザイルにございます。オープンしてるんですが、今回ちょっとねお休みの日に特別にちょっと貸し切りということでやらせていただきます。ありがとうございます。もうやばいよ、ワクワクが止まらん。ちょっと入っちゃったんですけど、実はさっき、いやもう夢の国よマジ絵描きの夢の国ですね。なんかみたいな。お邪魔しましょう。絵描きのディズニーランドにいざ。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。わあ。見てこれほら。ちょっとここ入った時のこのワクワク感。うわ。ここもこれ三河なん。そうですね。ご存知ですね。今回はお邪魔させていただいた理由が、自分たちで手探りでラピスラズリをゴリゴリして、三河べちゃべちゃして、なんか何とも言えない絵の具を作るという動画をちょっと作らせていただいたんですけど、挑戦してみた時に大変な。いやもうなんで三河だけでこんなにあるのがもうびっくりです。まず。っていうか私たちが買った時の三河ってもう液体になってるやつだったので、そうなんですよね。ただ自分たちで煮出してるわけじゃなかったので、実際三河の元の形状は結構こういった形で、さまざまな形状があるんですけど。
けども、その動物の皮とか骨をこう煮出して抽出したこうゼラチン質動物のコラーゲンみたいな形ですよね。でもちょっともうこれがもう入ってすぐインパクト。すごいすごい。これがすごいですね。もう夢でしょ。夢の国というか、これ絵描きの夢の国みたいになってるんですけど。私が魔法が使えたらなんかこうやってピンピンピン一個ずつね。やめて、オープニングシーン撮れない。魔法使い。今だいたい4500色。とんでもないかな。ポケモンと同じ。ポケモンと同じぐらい。ポケモンの10倍ですよ。ポケモンよりいるよ。これはもう全部が買えるやつなんですか？そうですね。もう購入が。量り売りで販売しておりますので、15g 単位ですね。ご購入いただけます。でさ、私さっきちょっとちらっとこう通り過ぎる時見つけちゃったんだけどさ、これ何ですか？これあった。これ俺たちがたどり着けなかった。その動画の中で砕いていただいた。でも全然違うんですけど、なんか僕たちこう袋に入ってじゃらじゃらもうサザレ石の状態のちょっとお安いものを買ったんですけど、これは原石というか原石の状態のままのものですね。手に取っていただいて大丈夫ですか？やっぱりこういった石もやっぱ等級がたくさんございますので、いろんなやっぱ純度が高いものとか不純物がたくさん含まれて色がそんな綺麗じゃないものとかいろいろございますので、やっぱどの石をグレードを使うかによってやっぱできる顔料の彩度とか綺麗さが変わってきますね。でもこれってでもすごい青いですよね。今これって。そうですね。比較的青の要素が多い。やばい。進化しちゃいそうだよ。なんでさっきは全部例えばポケモンになっちゃう？これすごい綺麗。こっちもこちらがですね、そのアズライトっていう。なるほど。聞いたことあるよ。すごい。こちらが？こちらマラカイトです。マラカイト。和名だとクジャク石っていう。ちょうどこの石のこの目の模様がクジャクの羽の模様みたいに見えたりするので、なんかそういう由来で名前がついてますね。すごい。マラカイト鉱石ってさ、モンスターハンター出てき出ますね。確かに採掘したりしますけどね。多分以前のその動画の中でラクシャゼリーで国内で粉砕していただいたと思うんですけど、実際にその日本画の岩絵の具というものはこういった形でそれぞれの原石を10段階にこう粒子分けしてメーカーさんが作ってくださってるんですね。粒子によってやっぱ色が全然変わってくるんですね。この感じで。この顔料がどんどん細かくなるにつれて、表面が光の乱反射を起こして白っぽく見えるように。乱反射。今日はいろいろこう知識を得ながらお買い物もしようかという気持ちで来させていただいたんですけど、何を買っていいのかがもう全くここに来て分かんなくなってしまってでもこれ絵描いてる人だったらもうここ来たらずっとテンションが上がってしまう感じの。そうだよ。魔法使いが杖ショップに来たらテンション上がるとあんまり変わらない。さっきからさ例えが全部魔法使いなのみんなに分かりやすい例えをしようとしてるのにでももうそういうのだけでなく一般的な絵の具とかもたくさんあるんですね。もうちょっと専門的なものだけですとやっぱ初心者の方だと扱いづらいものがたくさんございますので、そのままもうすぐ使っていただけるチューブ状の絵の具であるとかそういったものもご用意してます。確かにこう聞きながらお買い物できるっていうのはなんか結構画材屋さんってすごい大事よね。画材屋さんに来るので一番いいの教えていただけるというか、特にこういった専門店にね来させていただけるといろいろこう知識を教えてもらいながら買えるので、それがすごい嬉しいなというか。弊社もそこをすごい大事にしているところで、実際に現場で働いているスタッフもそれぞれ作家活動してたりとか活動してるものが多いので、実際に自分で使ってる道具があったりとか、それぞれ日本画がちょっと専門だったりとか、油画が専門だったりとかいろいろありますけれども、お客様の大体要望に合わせてご案内できるような。素敵。じゃあもう今からちょっとねショッピング前も今時計欲しかったさ、水彩絵の具があってさ、ハルモニア？これあれだ。時計が整わないんだ。これをお一ついただいて、セットを一つ。2022って多分一番買ってる、一番散財してるかもしれない。もうこういうやつになって後ほどキラキラのお届けされるみたいです。水彩絵の具こうなんですね。面白いよね。はい。じゃあ次ですね、今回ワークショップを予約させてねいただくことができましたので、お勉強していこう。こういうやつですよね。そうですね。顔料から作っていただくっていうふうな。それはちょっとお好み焼き入んなかった。じゃあ早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。進化しちゃいそうだよ。ではすみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。レッツワークショップ。すごい、めちゃくちゃ並んでるもん。すごい、ゲさん
蜂蜜あるんですか？そう、蜂蜜があるってどういうことなんだろうと思って今回これは何を作らせていただける？今回ですね、実際に弊社の方でも定期開催させていただいている水彩絵の具作りのワークショップをちょっとお二人にも体験していただこうかなと思いますので、ありがとうございます。ありがとうございます。これまでに実際にこうやって顔料からご自身で絵の具を作られたことっていうのは？全くないです。本当に前回のなんちゃって岩絵の具作りしかが初めてですね。そうすると多分皆さんこうチューブに入ってる水彩絵の具であるとかアクリル絵の具を多分多くの方が多分その絵の具を使われるのがほとんどだと思うんですけれども、実際絵の具っていうのはこういった形の顔料であるとか、こういったもの原材料からできてますので、絵の具っていうのがどういうふうにできているのかっていうのをご説明しながら実際にオリジナルの水彩絵の具をお二人に作っていただこうという形になってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうしようかな。どうしよう。何色作ります？さやさん。せっかくだからさやさんっぽい色を。確かにね。さやカラー作っちゃおうかな。さやカラー作りますか？うん。一生懸命めっちゃ悩む。確かにベース何にするかだよね。ね、紅から。紅。じゃあさやさん紅で。はい。さやさん紅します。じゃあ僕はですね。はい。これかな。はい。この6章でいきます。で、これを開けましょう。そうですね。開けていただいて。コップで3杯。コップで3杯じゃない。めちゃめちゃ多い。最初2杯ぐらい。2杯ぐらい。2杯ぐらい。あ、すごい思ったよりジャリッとしてる。すっごい色これ。すっごい眩しい赤。じゃあそしてアラビアゴムです。そうですね。アラビアゴムを500円。このぐらいだ。そうですね。そのぐらい。ちょっと多かった。大丈夫ですね。多めでも。もうちょっと多くて大丈夫です。ちょっと多くて。蜂蜜を混ぜる少量ですね。少量。これをちょんとそうですね。そしたらレッツゴリゴリ。そうですね。レッツゴリゴリの時間ですの。じゃあ行きます。それでは30年の人生で初ゴリゴリさせていただきます。参ります。気持ちいい。すごい。でもなんかすごい抵抗感があるよ。うわ、すごい緑。すごい緑。すごい赤。すごい赤だよ。ちょっと角に入れすぎちゃった。わお。何まだ分かり合えてないんじゃないの？ちょっとなんか分かり合えたみたいな感じ出してる。中2の春に初めてクラス一緒になって隣の席になったぐらいの仲よ今。全然仲良くない。これからじゃんそれも。まだ全然青春始まってないそこ。やばい、一生やってられる楽しいこれ。多分ね、そろそろ一回試してみてもいいかもしれない。そうですね。ちょっとやってみます。おー、綺麗。でもさやさんのみんな綺麗だよ。すごい、ちゃんともう。めっちゃ水彩絵の具。水彩絵の具だ。当たり前なんだけど、それそうなんだ。すごい。見て、すごい、にじみもすごく綺麗。もう混ぜてみていいですか？そうですね。ここからが醍醐味ですね。これからが。何を入れたいかというとね、ちょっとね、青緑を足したいので。はい。これは何色ですか？群六っていう。群青と六章の一文字ずつ取ったちょっと間の。なるほど。じゃあちょっと群六を。山吹入れてみようかな。オレンジ系に。ちょっとまずは。もうちょっと入れます。一杯だけ入れてみようかな。怖いから。じゃあちょっとこれぐらいでまずは。でゴムを入れて2色目です。2色目です。混ぜます。こういうのやってるともうなんか絵の具って科学なんですね本当に。そうですね。科学な感じが。これなかなかでも確かに自分の思い通りの色を作るのって結構大変かもしれない。黄色の抵抗を感じる。まずい。これは無理やり部活に入れた時の後輩ぐらいの抵抗を感じる。すげえ抵抗されてんじゃん。ちょっとこう赤が生きてる朱色って感じだった。そう、これよこれ。サヤレッドはこれよ。サヤレッドできた？サヤレッドはこんな感じ。じゃあ僕の方もいきます。いいね。変わったのか。変わったすごく。せっかくだからね今日帰って描く絵も作ったやつとちょっとご購入させていただいたものを合わせて。そうね。なんかこう画材にこだわらずやってみたいなという。いい。もう黙っちゃったよこれ。動画撮ってるの忘れてるもん。もうちょっと。どうしたの？愛情込めてるよ。そういうこと？そう。なんか散歩して20分ぐらいの犬みたいな。これキラキラを入れるか入れないかって。それはね。そう。あるよね。キラキラにします。うわー、見てきたキラキラ。はい、じゃあ完成です。おお、ギリライター。出来上がりました。名前は？名前どうしよう。もう二度と帰れない森グリーンとかにする。嘘切な。だからいらんストーリー作っていた。で最終サヤレッド。最終サヤレッドですね。はい。
果たしてキラキラになったんでしょうか。シャララララ。あ、キラキラしてる。見えるかなこれ。表面がちょっとキラキラってしてる。で、粒子が泳いでる。おー、綺麗。素晴らしい緑が。ねえ、すごいね。これでちょっと色だけ試してみて、じゃあいきます。あー、すごくどう？元気な緑に。あ、ほんとだ、元気な緑じゃん。よし、できたー。サヤレット完成です。オリジナルカラーが。キラキラサヤレットです。こんな人間になりたかった。自分じゃないんだ。自分の理想を詰めたんだよね。サヤレット波、こんな人になりたかった波です。キワっていうね色を足して完成です。ゲイさんみたいに少し足してみようかな。やったー、できました。それの色名はさやさん。こちら13光年先からやってきたマテリアルレッド春風の香りを添えてでございます。こだわりの強いレストランみたいなことです。というわけで、せいさん2色。はい。僕は2色なんですけど、ちょっと多かったので3つ使わせていただいてます。はい。こちらの2色ずつ完成でございます。ありがとうございます。長い時間。すみません。めちゃめちゃこだわってしまいました。始まるとそうなんですよね。結構皆さんこう沼にハマっていくので。楽しくなっちゃった。これは楽しい。みんなぜひこれ体験していただきたいね。いや、やっていただきたい。そんな至れり尽くせなこともないですからね、なかなか。いや、そうだよね。そうですね。でここで興味出たらまたこれの道具とかもね、ここに。あ、そうですね。売ってらっしゃるんですもんね。なので皆さんここでワークショップ体験されて実際揃えて自分でやっぱこういう絵の具をパレットを作る方とかもいらっしゃいますので。いや、それ絶対楽しい。楽しい。ありがとう。今日は貴重な体験ありがとうございました。ありがとうございました。さあということで帰ってきました。ただいま。ただいまでございます。てなわけで今からお絵かきしたいんですが、まず今回買ってきたものをちょっと紹介しようかなと。はい。散財しましたね。面白い道具がいっぱいありすぎて。ありすぎて、ね、ワークショップ代も含めてなんですけれども、ほぼ画材代で5万円。さやさんが中学生時代のお年玉1年分じゃないですか。結構もらってんね。親戚多かったからね。いやもうでもね、こんなにハッピーなことないですよ。まあなかなか外も出ないし、実際こう見て買いたいじゃないですか。しかもピグモン東京さんはさ、1個ずつ何ですかって言うとすごいそうなのよ、エキスパートがね、先ほど出ていただいた。はい。じゃあ1個ずつ紹介しますか。しますか。まずはここだね。じゃん。はい。筆のポジショニングが完璧すぎて何絵の具かちょうど隠れてるんだけど、岩絵の具でございます。はい。しかもこの初心者キットということで。いやちょっといろいろ迷ったんですよ。ずらーっと並んだね顔料たちもあって。瓶のとこからさ、ちょっとこれを何グラム、これを何グラムってやりたかったんだけど、いやでも我々まだ初心者すぎるから、とりあえずやっぱり入門したいということでここをね、入門キットみたいな感じの形のね、はいこちらでまずこの岩絵の具がたっぷりということでね、これニカワ液とかも全部ついてるやつだから。そうなんです。優しいセットがあったのでまずは使ってみたいということでこれを買わせていただきました。でそして2人ともね、これはどうしても欲しかったやつが、ご覧ください。怪しげな箱です。この中に入っているのはスクナの指。入ってそうマジで。スクナの指もうちあるんですけどね。ででん、ご覧ください。こちらなんと銀箔でございます。でほらこれも全て入ってます。こういうなんか初心者セットが多いのも嬉しい。いやそう、いろいろね、もちろん本格的なねものも売ってるんですけども、やってみたい方からもう玄人の方まで揃ってるっていう感じだったもんね。我々金箔を使ったことはまだなかったので、ちょっとやっぱこう輝きがやっぱすごい綺麗だよね。そう、ここぞとばかりにちょっと使ってみようかなということで買ってしまいました。ワクワクしてしまいました。これ専用のさ道具とかついちゃうとさ弱いね。もうまだまだいきますよ。一個一個のパンチ力がでかいんだ。数で言うと爆買いってほど数は勝てないんだけど、一発一発ボーンっつって殴ってくるみたいな。かつなんか夏目さんちがこういうの買ったんです。なんかすごい楽しみでとかみたいな感じすごいなんかじっとりした散財動画なんですけど、こちらさやさんですね。はい、こちら坂部さん家から出てるハルモニアというシリーズのね水彩絵の具なんですけど、これあれ分離絵の具ってやつ？そうですね。一色なんだけど、なんかこれ青って出すじゃん。だけど水でね伸ばしていくとなんかこうちょっと違う色も出てきたりするみたいな感じで、そういう感じの絵の具セットですね。はい、ツイッターさんで発売しましたっていうのを見て欲しいなって思ったら、もうこれハルモニアさんですかみたいな握手してくださいみたいな気持ちになっちゃって、家まで入会しちゃったね。大事にします。ありがとうございます。さやさんシリーズでこちらのちょっと竹和紙っていうバンブーペーパー和紙っぽい雰囲気で、これも面白いっておっしゃってたので、上沼なのでさやさん上沼さんなので
はい、こちらもね買わせていただきました。そしてですよ、はい、僕も僕で紙をね買わせていただいたんですが、デンとはい、こちらねユニペーパーって書いてあるんだけど、はい、あとユポシって言うと分かる方もいるかもしれない。これねすごいね、なんていうんですかね、このさらっとしたというか、こちらですねアクリル絵の具だったり、はい、今回僕さやさんが絵の具買ってたんで僕も買っちゃったんですよね。そう、さやさんは水彩絵の具を買ったんですけど、ゲンさんはねちょっと面白い絵の具買ったんですよ。ででんとこちらこんな感じのペベオのプリズムってやつのシリーズなんですけど、プリズムこれがねここのパッケージにあるもの見ると分かるかな。このファンタジープリズムって書いてあるやつがこれアルキド樹脂溶剤系絵の具って書いてあるんだけど、これ後ろ見てら分かるかな。この乾くとなんか面白い蜂の巣みたいな感じで割れていくっていうね絵の具なんですよ。でそれとこのユポ紙ユニペーパー、これの相性がめちゃくちゃいいとのことで、これをまずね買ってみたのと、あとこの同じメーカーの、このペベオっていうメーカーのこれ、はい、こちらもですね、ビトラーユっていうこのシリーズなんですけど、そうこれが光沢というかツヤっとした感じの漆みたいな感じのね仕上がりになるんだって。でそれとまたしてもこのね紙の相性がめちゃめちゃいいらしく、ちょっと僕はこのペベオの絵の具を一気に買ってみました。好きな色をこんな感じで、ね、ゲンさんセットゲンさん好きそうセット、ちょっと今回これを使って、これとこのユニペーパーを使ってなんか描けねえかなということでねちょっと買いました。いいねいいね、なんか新しいなんかこう初めて行く画材屋さんで出会った初めての画材たちっていう感じが全然どういう感じになるか分かんないから、すごい楽しみで、ただねこの紙になんかこの子何でもいけるやんって話なんだけど、岩絵の具にもおすすめですって書いてあったの。岩絵の具の定着もかなり、イワッチョもいけるわけだ。イワッチョもいけるの、だからイワッチョプラスこの絵の具たちを使って今回は僕はね描いていこうかなと。おーいいっすね。そうなんですよ。でもさやさんね、はい、ご覧ください。あ、そうなんです。そうそう、忘れちゃいけないこいつら。そうですよ、自分たちで作ったこのカラー、水彩カラー。こちらもね、ちょっとさやさん使いたいなと思って、ちゃんとカチコチになりましたよ。いやもうだいぶ乾燥しました。なんかね、ツヤツヤなのこれ。ほら。ね、なんかやっぱ面白いよね。あの時さ、なんかバカタレマン35世じゃん。すごい。どんなもんかなと思って使っちゃった。バカタレマンいやって言い直すけどさ今回さやさんはさ結構水彩系いくじゃないですか。ゲンさんはね多分僕ねこの紙に水彩絵の具って結構相性が悪そうな感じがしてるので、今回はこの作った絵の具はさやさんに譲ろうかなと思って。いやそうですね。なのでさやさんこのどうぞクリスマスカラーをあなたに授けます。どうぞシャンシャンシャン。俺の意思もついてほしいこの暗き深き森のグリーンも。もう二度と帰れない森グリーン重たなんか名前変わった気がするけどはいこれも使ってねさやさんぜひ使ってください、はい、さあてなわけで買ってきた絵の具とかはこんな感じですね。はい、はい、あとは紙だったりとか、あとはもし使えたらね自分たちのいつも使ってるような画材も使いつつ一枚絵をと仕上げていければと思います。それではご覧ください。どうぞ。さあということでやっていきます。はい、はい、久々のアナログな気もしなくもない。いやいいですね、はい、この画材が周りでこういっぱい置いてある感じいいですね。ちょっとね岩絵の具使おうと思ったんですけど断念しました。ごめんなさい。いやそのなんかねなんでさやさんがちょっとゲンさんの代わりに引き継いでね、ちょっとこの後使ってみようと思ってるんですけども、今回でも紙は変わらず、はい、最初の当初の予定通りユポ紙を使って書いております。ユポ紙実はね地味にでかいんですよこれ。いやです結構大きいよね。これね F6 キャンバスとてか F6 サイズなんですよ。だからねかなり大きめなんですけど、いやこう色がはっきり乗るのがいいね。そうこれがねいわゆる乾燥すると蜂の巣状というか模様が浮き出てくるというやつなんですけど、今回多分ね完成を見せる時にはまだね割り切れてないというか、もうちょっと乾いてくると変わると思うんだけど、まあっていうかそんで相変わらずですねあんまり下書きせずにゴリゴリと。いやマジほんとすごいよこれ。好き放題書いてるスタイルね、なんか虚無から生まれていく感じは楽しいね、はい、こうタイムラプスにするとさなんかより生まれてる感出るよね。やっぱこういう風に描く絵が一番楽しいので、結構今回思いっきり趣味に走ったというか、まあいつもそうなんですけど、ちょいちょい出てくる夏目さんちがね、ちょいちょいピカッとしてるんで僕はい。でこれがねペベオのその透明感のある絵の具でございます。ドライヤー、はい、今日はねゲンさんの低めのドライヤーで、い
いやここかっこいいね。これがちょっとつきすぎちゃったので、どうにかならんかなということで、そのペペオの溶剤というか溶かすやつを使って、ぼかして溶かしてちょっとティッシュでなじませるっていう風にするとかなり自然な感じでも乗るなっていう。なんかこのグラデーションがいいよね。ちょっとなんかね手探りすぎて初めての画材なので。いやいいよゲイさん、いいよ、アナログのそういう感じいいよ。さあそしてここもアルコールインクをブチャッとぶちまけた後に、はい、ランダムに行ったところにさも最初から予定してましたかのようにペン入れをするそうするとなんかね絵に馴染んでいい感じになりましたね。いやもうこれはアナログならではだよね。楽しいね。意図しないところに行ってこちらですよ、全体画面がうるさくなったのでもう思いっきりジェストで白を入れて、さらに上からこう立体感が出るように上の層を白で描き足して、いや私ねこれ見るまでこれこうやって描いてたのっていう驚きがあって、そしてさやさんのターン、ね、ちょっとねゲンさんの違ってちょっとね、いつもと同じ感じなんですけど、いやでもこれ早速あれじゃないですか、この後使うのがそうなんですよ、我々が作ったね、そうなんですよ、ヒグモン東京さんで作らせていただいた、そうだね、そうです、この赤といやなんかさゲンさんと私が作った色がさ、なんか別に何のさこう話し合いとか打ち合わせもしてないのに、なんかこう赤と緑のクリスマスっぽいなと思ったんで、時期もね時期ですし、はい、テーマクリスマスで、はい、いいねいいね、はい、で一緒にね買わせていただいたハルモニア、はい、あれもね実は要所要所にいろいろ使ってて、なんか一人分離絵の具ね、そう一人ですっごいワクワクしながら描いてますよ。素晴らしい。はい、なんか永遠に終わらなそうなこう細かい絵になりましたね、今回はね。私もそう思う。でもいい感じ、すごい髪の毛も。でもねこの後ねさやさんにねあるね悲劇が襲うんですよ。何なんですか。今これマスキングっていうこの水色の部分ですね。そうこれゴムみたいな樹脂が塗ってあってはみ出ないようにしてるっていう液体が塗ってあるんですけど、これを剥がす専用のね、なんかねそれまたこうブツブツの消しゴムみたいのがあるんだけど、それをなくしまして剥がせなくなったと。そうそれを探すのにね30分ぐらいかけてシーンがねちょっと実はねこのねどこかにそうカットされてるんだけど挟まってるっていうね、ですごい悲しい出来事がありましたね。いやちょっとね、その他でもすごいいい感じですね。ほら消しゴムでやってる。消しゴムで。いやね、あとこの後金箔とかもちょっと使おうかなって思いながらね、あと岩絵の具もねどこに使おうかなって今ちょうど考えながら描いてるところですね。なるほどね。はい。だけど一旦このなんていうんですか、こう細かく描こうって言ってでもいつ線が入れようかなっつってね、多分思ってるところを多分耐えられなくなって、多分そろそろ色鉛筆になる持つものが変わり始めたら、さやさん線がほら変わった。変わりましたね。ちょっと先にちょっと仕上げたくなったでしょうね。そうこれ完成するのかなって一瞬不安になった瞬間だと思ってください。ちなみにですねさやさんの作業は本日投稿されているこの直前まで書いているため工程は最後まで映っておりませんので、そちらご了承ください。はい、いやもうそう完成図でここに使ったのかもしれないなっていうのをね、最後に完成の時に楽しみにしていただければと思います。ちなみに僕の絵もですね最後のところから撮影止めてからだいぶ加筆したりしてるので、こういうことすんねん夏目さんちってね、撮ってない気になっちゃうんでね。いやそうなんですよ。それでは果たして完成はどうなっちまったんでしょうかね。メリークリスマス。さあということで完成したイラストはこちらになります。いやかっこいい、めちゃめちゃ。最後ねちょっとベタだったり金ピカだったりを追加して、さらにこうツヤっとピカッという感じの原画に仕上げてみました。こんな感じで。いやこれ原画を見てほしい。すごい迫力なので。でさやさんはこちらですね。いやめちゃくちゃ可愛い。クリスマスですよ。いやねこれそうキットのね見ながらね、こうちょっと一個ずつね岩絵の具も挑戦して実はねこうそうなんですよ。中に混ざってるんですけども。触ってもらうと分かる。いやお互いなんかこうなんか原画を見てもらいたい絵になった感じはするんだけども、いやもう本当に原画を見てもらう機会がな
あらこれツヤツヤキラキラサラサラをね、いやすごいお互いなんかこうやっぱり極端なイラストになりましたね。はい、いやなんかもうアナログ、ザ・アナログっていう絵になった感じで、いや楽しかった。なんか久々にアナログやったらやっぱり、やっぱアナログいいなってなってしまいますね。やっぱね画材沼は最高よ。いや本当にピグモン東京さんありがとうございました。ありがとうございました。改めてね、なんかやっぱ画材って楽しいなって思ったよ。もう皆さんもぜひピグモン東京さんなど行ってね買ってみてください。おすすめです。